もし次の一言が人生最後の言葉になるとしたら、あなたは誰に何を伝えますか？2023年4月30日、ロシア・サンクトペテルブルク。夜10時、郊外の森林地帯で一人の少女がビデオカメラを向けられていました。少女の名はバシリサ・ファイゾワ。彼女は年上の男女2人に連れられ、その森へ来ていました。俳優志望のカリスマ性あふれる少年イリア・タタリノフと映像作家を志す美しい少女アンフィサ・ルンパン。バシリサは2人を非常に尊敬していたのです。彼女が夜のピクニックに連れ出されたのは、2人が構想している映像作品に出演するため。バシリサは自分の人生についてのインタビューに嬉しそうに答えていました。そして、もし自分がこれから死ぬとしたら、愛する人に何て言いますか？ただ抱きしめたいです。そう答えた直後、バシリサは森林地帯で行われた少女への死のインタビュー。若者たちがあまりに凄惨なその瞬間を映像に残そうと考えた理由とは。少女を襲ったその悲劇は彼らにとって自分たちの力を示す一大プロジェクトだったんです。おざす、ケンちゃんだってばよ。にゃみやみこです。というわけでね、皆さん誰の真似でしょう？ナルトです。最近ですよ、僕ナルト見返してて、アニメの。改めて。はい。ナルトってすげえわと思って。そうなの、自分の青春時代ってのももちろんね、プラスであるにしても、俺ら世代だとさ、その時のジャンプって、ワンピース、ナルト、ブリーチ、アイシールド、キュッと福ジャガーは橋休め的に読んでさ、ボボボボボボとかさ、伝説的だったなって思い出しながら見てた。一回見たからいいやとかじゃなくて、改めて大人になってから見ると、またこう別の観点で見れたりするんでね、皆さんもね、ぜひ懐かしい作品でおすすめがあったらね、教えていただければと思います。今回はロシアで起きた殺人事件をご紹介します。この事件では13歳の少女が殺害されるんですが、犯人の2人組はなんとこの事件の一部始終を撮影していたんです。なんでよ。何のためにそんなことすんのよ。犯人の動機を探っていくと、一見普通に見える人がひょんなことから犯罪に手を染めてしまうっていうこともあるんだなと考えさせられる内容でした。事件当日、被害者の母親はある不審なメッセージを受け取りました。そのメッセージ内容から、娘は到底無事だとは思えなかったんです。ありえない行動。2023年4月30日、ロシア・サンクトペテルブルク。夜遅く、アパートの一室でスマホを片手に顔をしかめていたのは、その家に住む中年女性オレシア・ルミャンツワ。スマホ画面に表示されていたのは13歳の娘バシリサ・ファイゾワ、通称バーシャからのメッセージでした。ママ、今までありがとう。私はまだ行ったことがない場所やまだ会ったことがない人たちに会いに行きたい。その日、バーシャは友人の家に泊まると言って外出していました。そうかと思えば、夜になって送られてきたのは、家出してどこか遠くへ旅に出ることを示唆するメッセージ。母親のオレシアは動揺すると同時に、バーシャのその行動にそこはかとない違和感を感じたのです。バーシャが急に家出するなんてありえない。母親のオレシア、姉のアリサと3人で暮らしていたバーシャは、家族から深い愛情を受けて育った優しく明るい少女。一方、一家はこの数年で父親と祖父を相次いで亡くし、心細い日々を送っていました。母オレシアは、家族が物寂しさを感じているその状況で、バーシャは家出をするような子ではないという確信があったのです。そうやってバーシャからのメッセージに疑念を抱いていると、続けて彼女の SNS が更新されました。みんなの人生がよりいいものになりますように。まだ行ったことのない場所や会ったことのない人たちが私を待ってる。さよなら。その内容は母オレシアに送られてきたものと同じく、どこか遠くへ旅に出ることを伝えるもの。そしてこの後すぐ、バーシャはメッセンジャーアプリと SNS のアカウントをいずれも削除してしまうのです。明らかにおかしいわよね。だって家族と仲良かったにもかかわらず連絡を絶とうとしてるっておかしいわよ。そうなんですよ。だから母親のオレシアからしたら、娘の行動とは到底思えなかった。そしてね、いろいろ調べていくうちに怪しい2人の存在が浮き彫りになってくるんです。バーシャのメッセンジャーアプリや SNS のアカウントが削除された後、ただごとではないと悟った母オレシアはすぐに彼女に電話をかけました。しかしバーシャは一切応じなかったため、オレシアは警察へ通報。さらにバーシャがその日家に泊めてもらうと話していた友人に連絡を取ると、彼女はこう答えたのです。おばさん、ごめんなさい。バーシャはうちには来てないの。バーシャから泊まりに来ていると嘘をつくように頼まれていたというその友人。バーシャはその日の外泊について、母オレシアには隠しておきたい事情があったようなのです。またバーシャが遠くへ旅立つのであれば、銀行口座から大きな金額を引き出しているはず。そう考えた母オレシアは翌日、銀行口座の利用履歴を照会。するとバーシャは、昨日メッセージを送ってきたのとほぼ同じ時間に
別の人の銀行口座へ送金を行っていたのです。口座の持ち主の名前はアンフィサ・ルンパン。母オレシアは長女のアリサにその名前に聞き覚えがないかを尋ねました。アンフィサってバーシャが最近仲良くしてた女だよ。イリアの同級生だって。このところバーシャがイリアという年上の少年と懇意にしていることは母親のオレシアもよく聞いていました。しかしイリアの友人であるアンフィサになぜバーシャがお金を送る必要があったのか。送金されたのは1500円ほどの少額ではあるものの、昨日からのバーシャの不審な行動と無関係ではないように思えたのです。さらに母オレシアはバーシャの友人に片っ端からこう頼んで回りました。お願い、バーシャの行方がわからなくて彼女から来た最後のメッセージを共有してほしいの。するとほとんどの友人はメッセージの内容を伝えたりスクリーンショットを送ってきたりしたのですが、肝心のイリアとアンフィサだけは何も送ってこなかったのです。イリアはバーシャの最後のメッセージを送れない理由を彼女自身が自分とのやり取りを削除したためだと説明。しかしバーシャからアンフィサへお金が振り込まれていた件も含め2人は何か隠しているとしか思えませんでした。そう、バーシャは姿を消したその日、確かにイリアとアンフィサの2人と行動を共にしていたのです。時は遡り、バーシャが失踪する4月30日の日中。バーシャ、君に今作ってる映像作品のメインゲストになってもらいたいんだ。バーシャとの談笑中、唐突にそう切り出したその少年はイリア・タタリノフ。長く伸ばした髪に指輪やペンダントを多数身につけた奇抜なファッションの少年でした。イリアとバーシャはつい2ヶ月ほど前に公園を散歩していた際に出会った仲。そしてバーシャは彼を非常に尊敬していました。イリアは市の文学オリンピックでの優勝経験があるほど文学への造詣が深い人物。芸術の分野にも詳しく何時間でもその知識を語れました。また将来の夢は俳優になることで演劇スタジオにも通っている多彩な少年だったのです。この少年がなんかバーシャになんかするってこと？知的な感じにさ思えて変なことをするような感じには見えないけどさ。だからね、バーシャも騙されたんです。バーシャがイリアに惹かれたのは彼女自身もイリアに似たところがあったため、幼少期から楽器や歌に慣れ親しんでいたバーシャは声楽のコンクールで何度も優勝。また美術学校に通っていたバーシャは芸術のセンスもあり、雑誌の切り抜きを使ったコラージュの教室を開いて13歳ながら多少の収益を得ているほどでした。イリアと同じく多彩だったバーシャは彼と話すうちすぐにこう思ったのです。この人めちゃめちゃ面白い。そんなイリアといつも行動を共にしている友人がアンフィサ・ルンパン。アンフィサはイリアほど目立つ存在ではありませんでしたが、学校では成績トップクラスの優等生、美人で同級生にもモテている少女でした。そして映像作家志望だったアンフィサはイリアがバーシャを誘ったプロジェクトにも参加していたのです。テーマはバーシャの人生についてのインタビューだ。夜の森でピクニックをしながら撮影しようと思ってる。その方が雰囲気出るだろ。尊敬するイリアのその誘いにバーシャは大喜び、二つ返事で作品への参加を決めました。さらにカメラマンのアンフィサが念を押すようにこう言います。夜はイリアの家に泊まっていきなよ。あとこれは私たちだけの秘密のピクニックだから誰にも言っちゃダメだからね。その誘いが自分を陥れるための罠であることなどバーシャは想像もしていなかったのです。こうしてバーシャは母親オレシアにはイリアやアンフィサのことは告げず夜の撮影へ出かけていきました。そして失踪したバーシャの捜索を続けるうち、イリアたちに疑念を抱き始めたオレシアの身にこの後最悪の知らせが飛び込んできます。ママ大変、こんなのが送られてきたの。長女アリサはそう言うと SNS に送られてきた匿名のメッセージを母オレシアに見せました。そのメッセージに添付されていたのはバーシャの遺体の写真だったのです。その写真は紛れもなく彼女を撮影に誘ったイリアが送りつけたものでした。もうめちゃくちゃサイコパスじゃない。裏表ありすぎよこいつ。遺族をねからかうことを完全に楽しんでますよね。そもそもね、2人はなぜバーシャを殺そうと考えたのか。続いてこの2人の隠された本性に迫っていきます。小さな頃から。事件から4年前の2019年のある日、当時12歳だったイリアは母親にこんな告白をしました。周りの人間がみんな憎く思えて仕方ないんだ。表向きは才能あふれる少年で友人たちから尊敬されていたイリア。しかし実のところ彼は幼少期から癇癪持ちで気に入らないことがあると暴れたり物を壊したりすることがたびたびありました。そう、イリアは生まれつき複数の人格障害を抱えていたのです。彼は日記の中にもほとんどの人間が憎い、殺したいなどの
の言葉を書き連ねていました。また両親はイリアを愛情深く育てたと言いますが、イリアは父から体罰を受けたと話し、家族の無理解、過干渉に悩んでいたと話します。彼は精神的な問題から両親の態度を歪んで受け取ってしまう部分があったのかもしれません。そして15歳を迎えた頃、精神のバランスを崩した彼は家から飛び出すと、最初に出会った人間を殺すつもりで徘徊。ハンマーを片手に夜の街をうろついていたイリアは、この時幸いにも誰とも会いませんでした。後に我に返った彼は、この時の自分の行動に恐怖を抱き、精神科を受診。以降は薬物治療を受けていたのです。16歳になると、イリアの殺人衝動はより強固なものとなりました。俺は殺人さえも容易にできてしまう人間だ。俺にはその能力がある。もはや常人には理解の及ばないその思考に至った彼が目をつけたのが、最近知り合った3歳年下の少女バーシャでした。それは自分を尊敬しているバーシャなら簡単に誘い出すことができるため。そしてイリアが最初にその考えを打ち明けた相手が、小学校からの幼なじみアンフィサだったのです。バーシャを殺そうと思っていること、その瞬間を映像に残すため映像制作を学んでいるアンフィサの力が必要であること、イリアは興奮した様子でその計画を話しました。しかし先ほども説明したように、アンフィサは学校で成績トップクラスの優等生。大人たちは誰もが彼女を賢く責任感があり従順ないい子だと認識していました。アンフィサの性格を思えば、人を殺そうと思っているなどという話を受け入れられるはずはないように思えたのです。ところがイリアから殺人の話を聞いたアンフィサはこう言いました。それは面白そうね。面白そうって、なんでそうなるのよ。アンフィサはさ、その従順ないい子として知られてたんじゃないの？実は従順でいい子ほど悪いリーダーに染まりやすいっていう傾向があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、いい子症候群について。いい子症候群とは、教師や親のような権威ある存在に認められることに安心感を感じ、他人からの評価に過度に依存してしまう状態を表す言葉。とにかく他人から認められることに躍起になるため、学校や家庭においては成績優秀、従順などプラスの評価につながることも多いとされます。一方で、いい子症候群とは要するに、他人の評価だけを軸にしており、自分の軸がないということ。学校や家庭から外へ出た際には、カリスマ性のある友人に認めてもらいたいあまりに、非行などに流されてしまいやすくもあるのです。文学や芸術、演劇など様々な分野に才能があり、ファッションも奇抜で目立つ存在だったイリアは、アンフィサにとって憧れの存在。イリアに認めてもらいたい、がっかりされたくないと感じていたアンフィサは、本心ではないにもかかわらず、彼の殺人計画に面白いと同調してしまった可能性があるのです。アンフィサが殺人の際のカメラマンを引き受けたことから、イリアの計画はみるみる熱を帯びていきました。殺人についても嬉しそうに語るイリアに賛同し、自分も殺したくなってきた、とても創造的なプロジェクトね、などと口にするアンフィサ。2人は計画実行の10日前に現場の森林地帯を訪れ、バーシャの遺体を埋めるための穴を掘りました。なんだか自分の墓穴を掘ってるみたい。最初は恐る恐るだったはずが、この頃にはアンフィサも笑って作業をするように、こうして2人が計画した最悪の夜が訪れてしまうのです。最後のインタビュー。2023年4月30日、プリモルスキー地区の森林地帯には3人の少年少女の声が響いていた。13歳のバーシャにカメラを向け、様々な質問を繰り返すアンフィサ。何も知らないバーシャは無邪気に笑いながら、それらの質問に答えていた。そしてそれは、アンフィサが次の質問をした時のこと。もし自分がこれから死ぬとしたら、愛する人に何て言いますか？バーシャは少し考え込むような素振りをした後、一言こう言った。ただ抱きしめたいです。彼女のその言葉は、一緒に暮らす母や姉を思い浮かべてのものだったのだろうか。それは愛情あふれる家庭で、周囲の誰よりも優しく育ったバーシャらしい答えだった。そして次の瞬間、夜の静けさの中に響いた鈍い打撃音。頭から血を流し崩れ落ちたバーシャの背後には、ハンマーをその手にぶら下げたイリアが立っていた。アンフィサはカメラ越しに叫んだ。イリア、もっとやっちゃえ！イリアはバーシャの頭をめがけ、何度となくそのハンマーを振り下ろした。そしてバーシャが動かなくなったのを確認すると、彼は確実に息の根を止めるため、その首元に手を伸ばした。バーシャを殺害した後、2人は遺体にビニールをかぶせ、あらかじめ掘っておいた穴へ埋めました。さらにイリアはバーシャのスマホから彼女の母親へメッセージを送信。ママ、今までありがとう。私はまだ行ったことがない場所やまだ会ったことがない人たちに会いに行きたい。スマホをシャベルで叩き壊し、それも穴へ放り込んだのです。死ぬ直前にさ、愛する人に何言いたいって聞かれて、バーシャはただ抱きしめたいって答えたんでしょ？変に飾らなくてさ、本当に優しい子だったんだなって思わされるわよね。このね、言葉
葉を聞いた後に平気で殴り殺せるっていう2人の神経がマジでわかんないですよね。そしてこの後、自宅に戻った2人は自分たちがしでかしたことをやっと実感するんです。バーシャの遺体を埋めた後、2人はイリアの自宅へ向かい、ジントニックを作って飲み交わしました。その最中、イリアはこう話し始めたのです。バーシャを殺したことに本当に価値なんてあったんだろうか。何年も殺人願望を抱いてきたイリアでしたが、いざ実行に移した際に感じたことは想像とは違ったようでした。一方でアンフィサは笑いながらこう言います。次は自分で殺人がやってみたいわ。彼女は取り返しのつかないことをしてしまったと自覚しながらも、そう言って強がることで自分を騙していたのかもしれません。翌日、両親の呵責に耐えられなくなったアンフィサは自分の母親に罪を全て告白。母親が警察に連絡したことで2人の犯行は全て明るみに出されました。この後、イリアは SNS 上で殺人の事実を告白しすると投稿。しかしその25分後、彼は改めてこう投稿したのです。残念ながら俺は弱すぎて死ねなかった。おとなしく刑務所へ入るよ。逮捕後精神鑑定にかけられたイリアは複数の人格障害は抱えているものの責任能力に問題はないと判断されました。一方でアンフィサは犯行についてイリアに対する恐怖心から従うほかなかったと言及。犯行時はほとんど何も考えないようにしていたと話したのです。事件から1年後の2024年7月31日、裁判所はイリアに懲役7年、アンフィサに懲役6年の判決を言い渡しました。2人はそれぞれ少年院での収容に。亡くなったバーシャの母オレシアはこの決定に対し、刑が軽すぎると憤りをあらわにしました。また裁判所の控室で加害者の両親同士が社会復帰した後に2人の名前が公表されないようにと話し合っていたといい、オレシアはこのことにも憤慨。なぜバーシャの死についてではなく加害者の将来のことばかり気にかけるのでしょうか。彼らはじきに自由になり新しい人生の機会を得ます。その時彼らが一体社会にどんな利益をもたらすのか疑問に感じます。もし自分がこれから死ぬとしたら愛する人に何て言いますか。死の直前に投げかけられたその質問に対し一言、ただ抱きしめたいと答えたバーシャの願いは叶えられることなく消えてしまいました。わずか13歳だった彼女にはまだまだやり残したことがいくらでもあったでしょう。人の運命はいつどのようにして変わるかわからないもの。もし自分がこれから死ぬとして、あなたは愛する人に何を伝えたいですか。